これライ麦100です。これはワインブドウの搾りかすで起こした酵母でな感じで浮いてくるんですね。もうちょっとこれが何だ？これがブレンドっていうカンパーニュンで、こっちがリキッドルバンですね。リキッドルバンと、こっち搾りかすの種ですね。さっきのやつ。はい。ちょっと落ち着いた状態になってきてます。2つミックスするっけ2つミックスします。こんなちょびでいいんですか？そうなんです。これ本骨でもルバン入れるんですけど、はい、ここの量で結構酸味の出方が変わって、なんか 0.1% ぐらいの刻みで今調整してますね。なんでワインブドウだったんですか？最初レーズンでやろうとしたんですけど、はい、近くいっぱいワイナリーあるんですけど、それが大量に余っちゃうんで、これで一回やってみたら香りとかもすごい良かったし、ボボも全然元気になったんで、なんか捨てるものも再利用できるし、なんか地域性もあっていいなと思って、これ昨日製粉した全粒粉ですね。なので今は中川さんのミッシュ20でやってます。粉は結構生産者から取り寄せてるものが多いんですか？今は4割ぐらいですかね。なんか憧れはやっぱりありますけど全部が全部はね、やっぱ僕まだ自信ないですね。切ったのさっきのやそうです。これずっとついてるやつなんですか？そうですね、オープンの時からやってますね。それこそさっきの種の 0.1% とか言ってますけど、多分ここの種の状態次第で全然変わると思うんですよね。なんかもうね、常連さんとかが食べて、こいつ今回失敗したなみたいなそんぐらいに、ね、思われた方が僕なんかね、なんか楽しいなみたいなでお客さんに次来た時、この間ちょっと良くなかったでしょみたいな食べどするとかそうですねあれ今回の方俺好みだなみたいなのがあったら、そうなんだ、この人結構酸味効いてる方が好きなんだとか、そういう会話とかもできるし、その方がやっぱ楽しいなって思うんですけど。これ自分でセミドライにしたドライトマトです。鰹節です。鰹節。こうなんか出汁の旨味みたいな表現できたら面白いなと思って。なんかサンドイッチ美味しいの作るの僕好きで、そしたらこうベースのパンってこういう変化球があったら合わせが楽しいんですよね。最初遊びでやったんですけどねやっぱりそうですよねもう自分のまかないぐらいの感じでやったんですけど、いいじゃん。これレーズンくるみです。これもフランスの生地ですね。
この色はくるみの色だった。くるみの色です。熱いっすね。ね、だいぶ。いいっすね。もう。結構旅行先でなんかいい感じのお店見つけては塩買ってみるんですけど、おお。結構その塩いろいろ変えてその時買ったやつで焼いたりしてます。へえ。いいですね。これは一番近い小麦農家さんの小麦です。一番近い小麦農家の小麦。共和町っていうここから40分ぐらいはかかっちゃうんですけど、はい。そこで春よ来い育ててる人がいて観光栽培なんですけど、はい。でも本当にやっぱ産地で味が違うっていうのはこれを使い始めてから実感しましたね。共和町すごい風が強くて、はい。でそれのおかげなのかなんかこう自分の感じた中では他の江別製粉さんの小麦よりなんかすっきりするんですよね。すっきりした甘さがより際立ってて、このでっかいのはおろし用なんですよ。どこにおろすんですか？札幌にあるワインバーにおろしてます。
りがうん最高です。だし茶漬けみたいな匂いが、空気が立ち込めてますね。はい、これ食欲出ません、この匂い。でこれはリキッドルヴァンの朝は継いだんですけど、その継いだ残っている方、フレッシュじゃない方を使います。種にもちょっと入って、本骨でもちょっと入るんですよ。ちょっとじゃないか、こっちは。2回入れるんですか？そうなんです。ちょっ初めて見たとそれはオリジナリティがあります。ですよね。なんでですか？こっちで入れる方がボリューム出るんですよね。ボリューム、割とこっちはボリュームとか上がりメインで、先に入れた方は味のためでのイメージですね。こう最初ね、どっちかでやってたんですけど、先に入れるとボリューム出ないし、後に入れると酸味薄いしってなって。教えちゃって大丈夫なんですか？あんまり言いたくないです。オートリールと言います。アイスコーヒーいります？今余裕あるんで。お願いします。ありがとうございます。はい、はい、こうやっていきますね。はい。オートリーズ後ですか？そうです。これ何回になるんですか？これイチジクくるみです。これだけちょっと限界やばいです。ですよね。早くやめないといけないんですけど。これはブリオッシュで普通にイースト生地のはい。ブリオッシュなんですけど、俺ヨーグルトで仕込んでます。食べた時の乳酸感が欲しくて。本当はもっとこれに全粒とかもっと入れていきたいんですけど、とりあえずは今はこれで。フォカッチャはイーストです。もう多分もうすぐイーストなしにできるんですけど。もう計画してるんですか？あ、もうレシピはちょこちょこ試作して。開発したんですね。納得できるものが。もうちょいです。もうちょいです。フォカッチャのサンドイッチいっぱい作ってて、それになった時にどんな季節の食材来ても合うようにしたくて。もうだから美味しいパン作るよりいかに季節のもの食材に合わせられるかっていうところに重きを
置いてますね。それでなんかまあ一緒でいいかみたいな感じで始まったんですよね。でもそれだとなんかパン屋としてなんかダメな気がしてそうなんですね。ダメなことないですけどね、うん。ダメなことはないんですけど、気持ちの問題。そうなんかまだできるだろうお前みたいな感じですよね。バジルソースですね。なんか食べるの好きだったんですよね。パン食べるの好きだったのがあって、それで専門学校行ったんですけど、であと基本的に僕飽きるんですよ、大体のこと飽きるんですけど、パン全然飽きなくて続けられるんで、ああもう多分俺仕事やっていくんならこれしかないんだなと思って、全然パンですね。それでずっと夢中になれるものっていうか、熱いままでいられるものは少ないから、それで見つけられて、しかもねそれで仕事にできて生きていけるからいいなっていう感じでどうなるかわかんないですけどね。自営業って難しいですけど、すぐ食べるように別の袋に入れますか。はい、はい、ごちそうさまです。ついたくなりますよね。でもで朝一で来ないとなくなっちゃうかいやクッキーはね、そう在庫しておくイメージでは作ってはいるんですけど、なかなか。とっても美味しくいただいてます。クッキーだけじゃなくてパンもすごく美味しい。いや嬉しいです。よかった。また来ます。ありがとうございます。あ、食パンハーフください。はい、以上で。他のパン屋では味わえない。いや、多分小麦の香りとかそういった部分はもう全然違うと思うので。ここでしか買えないから一番好きですね。蒸しパンの特徴を言うとどういう感じですか。いやー、唯一無二。本当にここでしか食べられないし、和でも洋でも合う。そう、最近蒸して食べたら、ああいいですね。そう、もうなんか
すごい香りがすごい引き立ったから、もう絶対今後蒸して食べようと思って、蒸すはいいっすよね。確かに香りが爆すごい発して香り爆発。どうしようかって言って、うちが近くにいるから余一来るって言って、これはちなみにこれもミシュ2時です。中川さんの今日はもう多分ずっとミシュ2時。うちの鰹節パンに、根室のチーズ工房チカプさんのシマエナガっていう白カビチーズですね。ここを中に挟んでるんですけど、その下に近くの角戸旅館さんっていう旅館の方が作ったお味噌が塗ってあります。いただきます。余一の蜂蜜とラムレーズンです。何の色ですか？これは食パンの湯種ですね。ちなみに今日これからどこに？これからヨルトナさんでワインを開けます。なんか切れそうだけど大丈夫。そうだね。気をつけて。パツパツ。重いからパツパツ。ではでは。ありがとうございました。ありがとうございました。また。